村すばるです。今回は明日開催されるコミック基地というイベントへサークル参加しに向かいます。去年の冬からコロナと後遺症で体調を崩してしまい、やっと出られた7ヶ月ぶりのイベントです。楽しみや緊張が入り混じっておりますが、新刊は無事できたので、まあなんとかなるでしょう。では久々の東京へ出発。むにゃ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 。21時、品川に到着。大崎経由で臨海線へ向かいます。ビッグサイト最寄り駅のあるおなじみの路線ですね。品川シーサイド駅に到着。今回の宿泊場所はここです。過去に何度か来てる場所ですが、ビッグサイトへのアクセスや飲食店、買い物できる店が近くに揃ってて、その上連休シーズンでも予約が取りやすい。ビッグサイトのイベントに参加するときはこの駅のホテルおすすめです。こっち側は初めて来ましたが、この公園の夜景綺麗ですね。家賃すごそう。では今回から導入したアイテムのお披露目をここでしちゃおうかな。低照度モードオン。ちょっと綺麗になったでしょう。実は動画を作っていなかった間に動画用カメラを導入しました。 DJI Osmo Pocket 3暗所撮影もできるジンバル付きカメラです。強力な手ブレ補正と大きなセンサーで歩きながらでも夜撮影が綺麗にできるという代物。暗所はカメラの性質上ブレがひどくなるんですが、それが歩きながらでも綺麗に撮れるのは感動もの。マジで全然ブレない。すごい。夜景スピとしてはほんと買ってよかったアイテムです。ワイヤーズホテル品川シーサイドさん9時半到着です。今回はこちらに3泊4日します。チェックイン。おお、ベッド大きいし天井も広い。これは贅沢なお部屋。バスルームも綺麗。そしてお楽しみの窓の外はいい。窓は小さめですがこれはいい眺め。夕飯と明日の朝食の買い出しに行きます。すっかり遅くなってしまいましたが、前回の動画を視聴してくださった方々、並びにコメントやチャンネル登録してくださった方々、本当にありがとうございました。チャンネル登録者数が0から1人に変わった時のあの嬉しさは忘れられません。初めて自分の絵が認められた時みたいな感覚、久々に思い出すことができましたね。さて、買い物も済んだし、ホテルに戻りましょう。シャワーを浴びて夕食。
この時夜の11時過ぎ、めちゃくちゃお腹空いてました。美味しかった。実はまだやることが残ってるのですが、今日まで睡眠時間削って本作ってて、もう限界です。起きれるように祈りながら、明日の自分に託して寝ちゃいます。明日のイベント、無事終えれるといいなぁ。早朝5時前、無事起きれました。作業しなきゃ。はい、出来上がりました。頒布物のお品書きです。カンバというアプリで、1時間ほどでサクッと制作。アウトで見せられないよ。あとは出発まで朝ごはんを食べたりして、準備して過ごしましょう。椅子の上にて撮影。出発直前です。雲一つない青空、絶好のイベント日和ですね。ここ品川シーサイドからビッグサイトへは数分です。便利。国際展示場駅、超久しぶり。タイムラプス撮影、一回使ってみたかったんですよね。大阪出るとき、どんな服を持っていくか悩んだんですが、夏服を引っ張り出して持ってきて正解でしたね。暑い。からびそう。吹いてるのに暑いよ。来た来た、ビッグサイト。本当に久しぶりです。でっか。何度来てもテンション上がりますね。今回は西ホールへ向かいます。東ホールでは遊戯王のチャンピオンシップが開催されてるみたいですね。遊戯王大好きなので覗いてみたいですが、西から東への移動は大変なので難しいかも。サークル入場。前回の動画では本当にイベント中何も映せませんでしたが、今回はできるだけ撮ってきましたので、たくさんお見せできたらいいなと思います。まだイベントへ行ったことのない方に会場の雰囲気が伝わったらいいなぁなんて。スペースに到着。設営開始します。まあどれもアウトで映せないわけなんですけども、今回のグッズイラストをコスプレしていただいてます。シリーズ化してる同人誌で描いてる2人です。実はこのイラストやグッズ、去年の冬コミの時にはすでに完成していたのですが、先日の通り病欠してしまい同時に制作してもらっていた衣装もずっとお披露目できないままでいました。4ヶ月も期間が空いてしまいましたが、グッズもコスも無事お披露目できてよかったです。レイヤーさんはユウさん、実は夏コミでもコスをしていただいておりました。コスとエコ、毎度ありがとうございます。開場しました。早速人気サークルに長蛇の列。ゴミ出しのついでに撮影さんと、すでに会場が賑わってきてます。この感じ、本当に久しぶり。無事出られて本当に良かった。2度目の休憩時間、今度は外へ出てみます。西館2階の外は初めてですね。おう、日差しが眩しい。ゆりかもめ車両基地、創刊。
東京ゲートブリッジ。電車では近くまで行けない場所っぽいので、夜見に行くとかはできなさそう。外まで列が伸びてます。こんな列できるサークルになりたいな。なんて。東ホール、次回のイベントでまた行きます。13時半、そろそろ閉会時間が近づいてきました。大型のゴミは出し終わったので、そろそろ撤収の準備を始めに戻りましょう。閉会&撤収終了。お疲れ様でした。帰りましょう。イベントテンションで持ちこたえてましたが、そろそろ体力が限界です。半年以上ぶりの遠征とイベントはさすがにこたえますね。お土産屋さんだけチラ見して、今回はおとなしく撤収しましょう。ホテルに戻って荷物を置いてきました。体力はもう空ですが、まだやることがあるので頑張ります。品川シーサイドフォレストオーバルガーデン、ここで晩ご飯にします。実はまだ17時なんですが、この後すぐ寝るので晩ご飯です。去年来て美味しかったお店、まさかの準備中。開店は17時半だそうで。待てない。昼食も食べてないので、とにかく早く何か食べたい。何より早く出たい。ここにしよう。イタリアン食堂、ユービフォーレグランデさん。サーモンと2種ネギのスパゲッティ。美味しかった。今更ですが今回、字幕の読み上げを入れてみました。当初はできるだけ、その場の音が残るように読み上げなしでいこうと思っていたのですが、自分が他の人の動画を見るとき、読み上げありのものばかり見ているのに気づきまして、作業中にチラ見しながら聞かせてもらってます。読み上げある方がいいのかなと思って試験的に始めてみました。いかがでしたでしょうか。ちなみにボイスは中国うさぎちゃんのものを使用してます。選んだ理由はキャラの見た目。好きなんですよね、こういう感じの子。性癖わかりやすいな。シャワーをゆっくり浴びて19時前。片付ける気力もなく、もうあとはまどろみに身を任せます。あまりに散らかってるのでモザイク。今回は売り上げもなかなかでしたし、何より無事に新刊出して本当に良かったです。明日の様子は後編へ。ご視聴ありがとうございました。